いくつものドラマを生んだソチ。上り調子の羽生結弦が切れ味のいい4回転を見せた。町田達樹も波に乗っている。かつて高橋のトレードマークだった4回転。失敗。20番高橋大輔さん。2007年、日本男子フィギュア界は高橋大輔の独壇場だった。フリーの演技に大技の4回転ジャンプを2度も組み込む選手は当時世界にもほとんどいなかった。だが4回マジ病人。パクル2008年に右足の前十字靭帯を断裂。靭帯の再建手術を受けた高橋は文字通り血のにじむようなリハビリを重ね、半年余りで復帰への道のりを切り開いた。バンクーバーオリンピックは怪我から1年3ヶ月後のことだった。4回転ジャンプこそ失敗したものの、その他のジャンプはまとめた。そして持ち前の華麗なステップで豊かな表現力を見せつける。高橋は銅メダルに輝いた。日本男子フィギュア史上初メダル獲得です。続く世界選手権の制覇。名実ともに男子フィギュア界のエースだった。2011年モスクワ。世界選手権のディフェンディングチャンピオン高橋はしかし状況の変化に戸惑うことになる。着実に実力をつけてきたカナダのパトリック・チャン。なんとショートとフリーで4回転を完璧に決め優勝。4回転のトーループ、トリプルトーループ、コンビネーションだ。4回転時代の到来だ。ジャンプに失敗し靴のトラブルにも見舞われて高橋は5位に転落する。その悔しさがかえってソチへの思いに火をつけていた。課題は怪我の影響の克服だった。バネが右足のね、バネがジャンプの右膝の怪我を境にして体のバランス感覚が微妙に変わってしまったという。この辺がやっぱ意識が一瞬こうポンポンって飛んじゃうんです。やっぱ怪我するってこういうことなのかなみたいな。4回転の成功にはゼロからのやり直しが必要だった。8月、北海道での公開練習にはメディアが駆けつけた。高橋本人だけでなく世の中も半年後に迫るソチを強く意識していた。
高橋は続けざまに4回転を成功させた。はい、ちょっとそれでもいったね。もう少し残したいと。表情も自信にあふれている。ところがこの日の感触を尋ねると意外な答えが返ってきた。4回転はどうですかね。あんまりもう4回転はね信用してないから分かんないです。自分自身でその時良くてもね水物です、僕の中では。1986年、高橋大輔は岡山県倉敷に生まれた。4人兄弟の末っ子がスケートに出会ったのは8歳の時。16歳で世界ジュニア選手権優勝。日本男子初の快挙だったが、フィギュア人気は女子一辺倒、男子はほとんど振り向かれなかった。空席は目立ってました。まあそれはなんかちょっと悔しかったですけどね。僕はそうもう男子も見てもらえるようになりたいっていうモチベーションになってたんで、でもそれには成績を出すしかないっていうふうに思ってたんで、出しても1回出しただけじゃダメじゃないですか。活躍は目覚ましかった。2010年には世界選手権で優勝。気がつけば男子の試合にもファンが押し寄せるようになった。高橋はすでに追われる立場だった。若手の台頭は目覚ましかった。2012年には17歳の羽生結弦や高橋に憧れてきた町田樹に相次いで敗れた。去年10月、モスクワではソチに向けた聖火リレーがスタート。同じ頃、日本代表を争う熾烈な戦いも始まった。シーズン初戦のフィンランド、羽生は2度の4回転ジャンプを決め存在感をアピールする。代表3人の枠をめぐって有力選手6人がせめぎ合っていた。アメリカ・デトロイトで幕を開けたグランプリシリーズ。ソチへの代表争いを大きく左右する大切な試合だった。この戦いを制したのは町田樹。高得点で注目を集めた。決めた。偉い。プログラムからどこまでそして高橋。4回転の着氷が乱れると続けざまにミスを連発してしまった。そして愛がこのプログラムのテーマです。いいところなしで4位。グランプリシリーズで表彰台を逃したのは4年ぶり。表情もうつろだった。ちょっとせやっちゃったぜって感じです。コーチ曰く原因は直前に靴を変更したこと。
新しい靴での練習時間が足りなかったらしい。その夜、高橋はあっけらかんとしていた。2人でさ、しばらくしてから2人でジュースシェアしていこう。乾杯じゃないけど。どうしたらいい？乾杯。乾杯でーす。乾杯でーす。感じが違いますから。完璧に。完璧。パイですね。いただきます。負けた悔しさは感じられない。いや、ひょっとすると押し殺しているのか。中華のに持っていくっていうのは聞いたけど、結構びっくりした。いや、冷凍はしないんだよ。酒行かなきゃ。あ、そうだ。行かなきゃ。めんどくさい。今車検ってどのぐらいするんですか？車検ってお金いんの？あれ？何言ってんの？結構高いよ。似合うんだけど、はいどうぞみたいな。しょうがないな。負けた俺がみたいな。子供もいたし。待ってたし今待ってた。俺が15歳の時。なるほど。翌日、思い切って心境を尋ねた。はい。悔しくもなれない感じ。できなさすぎて自分がね、なんか諦めが入ってきても、ジャンプとかジャンプもできないし、調子もいいのに調子悪いしみたいな、わけわかんなくて、なんかもう自分の才能のなさにも幻滅しだして今も自信ないし、ね、ダメですけどね。いいんですよ。措置まで4ヶ月というのに、この時冗談とも本音ともつかない言葉が飛び出した。考えすぎる癖がついてるから、なんかふっと疲れちゃったんです。なんかをきっかけにね、頑張れなくなっちゃって、オリンピックに行きたい気持ちに、この時になって疲れちゃってみたいな。オリンピックに行きたい気持ちに疲れば本当に行きたいのかなみたいなでもオリンピックでメダル取りたいんですよね。なんかオリンピックに行けるかどうかわかんないしっていうところでもつまずいちゃってるから。高橋はひどく弱気になっていた。頑張れないと高橋は言った。まあオリンピックね、3回目、気持ちはどうなんですか？そのまあ今聞いちゃう。疲れてる気持ちを頑張って入れたいんだけど入んないっていうか、でもそんな入ってよ、このシーズンで入ってないのかよお前みたいな感じで、いやー結構だから僕が一番戸惑ってるんです。笑顔の下でもがいていた。コーチたちはこの時期を振り返って言う。やはり彼自身がもう一つこうなんか自分自身で高まっていかないみたいなのをどうしたものかと思って横で見てるのがしんどかったですね。He is very famous in Japan, famous in the skating world, and basically he achieved so much in his life, but it's very hard to achieve something more. 弱気な発言を繰り返す高橋にモロゾフは突きつけたそうだ。お前は高橋大輔だろ、一体何をやりたいんだ。結局自分は逃げている。高橋は意識の底で分かっていたことを鋭く指摘された。 S だったり強い高橋大輔だったりっていう印象からどんどん弱いものになっていってるじゃないですか。
その今までの名誉だっていうのをどんどん自分で崩していってるから、できない自分に腹が立ったりしてて、もっと頑張らなきゃいけないのにやらない、そこは逃げてる。甘えを捨てて己を駆り立てなければ、高橋はそう誓ったという。がむしゃらな練習をして挑んだ11月の NHK 杯。高橋の顔は厳しさを取り戻していた。4回転成功。すべてのジャンプが精度を増している。自信がみなぎっていた。この日高橋が放っていたのは、自分こそがオリンピックの金メダル候補だというオーラ。今はそのオリンピックで金っていうのを目標にして金メダルで目指して、気持ちだけはそこはやっぱ強く持っていきたいなと思います。だが運命は残酷だった。NHK 杯の優勝から2週間後、高橋は病院にいた。主治医原邦夫さん。脛骨っていう骨の内側の一番端の部分に白い、画像がありますが、ここが骨の中に出血した部分です。ジャンプの練習中に転倒して足を痛めてしまった。その時はちょうどこの右すねの骨挫傷、陥没骨折の一歩手前だったという。骨が陥没骨折痛ってなって動けなかったんだけど、滑ろうとしてたけど、でもどうしても滑れなくて、上がったら歩けなくて。本来なら1ヶ月の安静が必要な怪我だが、最終選考会にあたる全日本選手権は3週間後だった。措置は絶望的だと周囲は思った。しかし高橋大輔はそう思わなかった。なんと1週間後にジャンプの練習を再開していた。できないもんってせっかく戻ってきてたのにっていうのがあって、練習したいけど痛くてまたガンってなってしまって、思ったらもう終わりだから、そのやりたいけどできないしっていうもどかしさはあった。いや、あと1週間遅ければ、あと2週間遅ければって思いました。全日本痛恨の怪我から3週間後に行われた全日本選手権。これがソチオリンピックの最終選考会だった。右足に爆弾を抱えながら高橋は覚悟を決めているように見えた。飛べても飛べなくてもベストを尽くすしかない。かつて空席が目立った男子フィギュアは今まさに黄金時代。高橋は紛れもなくその牽引者だったのだ。
代表の行方を誰もが固唾を飲んで見守っていた。ショート4位からの巻き返しを狙う高橋のフリー。2度の4回転はいずれも乱れ、右手は血に染まっていた。全て終わったと高橋は感じたそうだ。後輩たちこそ代表にふさわしいと思っていたという。自分の演技ができなかったのがすごく悔しいですし、それと同時に、これが僕自身の、実力なんだなと、今まで気持ちでちゃんと前を向いてやってなかった結果がこれだなと思うので、12月23日代表発表の日。よく寝れた？よく寝れたりして？羽生、町田に続く3人目は高橋大輔。日本スケート連盟は世界ランクと今シーズンのベストスコアを評価したという。諦めていた3度目のオリンピックだった。オリンピック、正直昨日までは自分の中で絶望していたんですけども、こうやってこの発表の場にここにいられて本当に嬉しく思います。高橋は5色にライトアップされた東京タワーを見ていた。五輪カラーで無理やり言えば五輪カラーかなみたいな。それは偶然ではない。マジ？五輪ムードか。高まってる中。高まるとかじゃないです。もうやるんです高まるとか高まらないとかやるんです。やるんです。そうだ、代表に漏れた後輩たちのためにも。年が明けた1月2日、正月休みを元日だけで切り上げ、高橋は最終調整に取り組んでいた。怪我の治療を続けながらの筋トレ。代表に選ばれた以上は意地でもメダルを持ち帰りたい。だが肝心のジャンプが冴えなかった。体力的には万全なのに。力んだ。
なかなかうまくはいかなかったですね。いや順調にはいかなかったですね。思い描いた通りにはいかなかったですけど、足とかうんぬんじゃなくて調子が上がらなかったりとかもあったんで。そして2月7日、ついにソチオリンピック開幕。高橋がソチに入ったのは開会式の2日後だった。今一つ調子の波をつかめずにいたところにカメラの放列は辛かったに違いない。個人戦に先立って団体戦を応援した高橋は沈みがちな気持ちを奮い立たせた。なぜならロシアの選手エフゲニー・プルシェンコがそこにいたから。オリンピックで3大会連続メダルに輝いた31歳。ミスはあったが怪我を乗り越えてきた男が見せる不屈の闘志が伝わってきた。その情熱、その気迫。失敗しても何があっても最後まで諦めずに思いっきりやろうっていう演技だったじゃないですか。自分もこういう気持ちで滑ればいいのかなっていう。4歳年上のライバルに力づけられた。本番3日前、初めての公式練習。4回転はまだ不安定だった。どこか抑えた雰囲気を醸し出していた。高橋はベテランだ。本番にピークを合わせる計算らしい。2月10日、ショート3日前の夜、高橋が訪ねた場所がある。お疲れ様です。本番で最高のパフォーマンスをするためにどうしても必要だったこと。お疲れ様です。そこに主治医の原邦夫さんが待っていた。右膝に水が溜まっていたのだ。ソチオリンピック開幕から3日目。現地に準備されたある施設を高橋が訪ねたのはショートの本番を3日後に控えた夜だった。そこは日本選手の疲労回復やコンディショニング、食事などをサポートするマルチサポートハウス。高橋が滞在したのは30分ほどだ。4年前は病気で困ってる。対応したのは事前に措置入りしていた主治医、あの原さんだった。お願いします。はい、承知しました。はい。お疲れ様でした。夜中にすいません。いえいえ。今日どういう感じ？今日はもうちょっと水抜いてるだけなんで、はい。バッチ。まあ無理せず精一杯やります。頑張ります。ありがとうございます。また。すいません。ありがとうございます。水を抜いただけ。その言葉が気にかかった。
高橋は一体どんな理由で医師を訪ねたのか。なんですけど、どういうようないただいてる。これはそういう注射器ですね。これの1本半ぐらいですかね、抜けたのが。高橋の右膝には注射器1本半分の水が溜まっていたという。そのままでは足が自由に曲げられないほどだったらしい。膝の関節の膝蓋骨というお皿の周囲に関節の袋があって、関節の、面とか骨の圧迫されるような痛み自体はなくなってた。それは改善していると思いますね。水を抜いて楽になったとは言うけれど、そんな状態でジャンプに挑んでいたとは知らなかった。2月14日、前日ショートで4位につけた高橋はメダルを狙えるポジションでフリー本番を迎えた。スケート人生の集大成。メディアはこぞってそう伝えていた。日本勢の一番手、町田達樹。4回転を鮮やかに決める。他のライバルたちも。高橋は会場に湧き上がる拍手や歓声を遠ざけるように音楽に集中していた。泣いても笑ってもこれが最後のオリンピック。高橋がリンクに立つと、日本から駆けつけたファンは声を枯らして声援を送った。大輔高橋。ソチ入りしてから4回転が決まったことは一度もなかった。それでも高橋は挑む。4回転こそ彼のスケート人生の象徴なのだ。両足着氷で大きく減点。だがこの日の高橋は尻上がりに調子を上げていった。得意のステップはレベル4。スピードも落ちない。緩急の効いた滑りは全選手の中でも極めて高く評価された。
世界をうならせライバルの視線さえ釘付けにしてきた繊細で流麗なステップは健在だった。もしも次のトリプルアクセルが決まればメダルに届いていたはずだ。惜しくも両足着氷。けれどミスと呼べるミスは2つだけだった。やがてビートルズメドレーは「In My Life」。優しさをたたえたバラードが高橋の滑りにはよく似合った。そして最後のナンバー「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」へ。長く曲がりくねった道はソチを目指してきた高橋大輔の歩みそのものだ。演技構成点第2位。この日最も会場を沸かせた選手は高橋だった。人生3度目のオリンピック。リンクから引き上げる高橋は満足とも悔しさともつかない複雑な表情を浮かべていた。3位と11位が僅差でひしめく中で迎えたフリーだったが、この時点で4位。メダルの夢はついえた。そして日本の男子フィギュア界が大きな節目にあることを羽生結弦が教えてくれた。全てを終えて高橋は町田樹の5位に続く6位。3人の日本代表の中で最下位という結果だった。
高橋にとってソチの戦いとは何だったのか。出ちゃったなって感じです。日本人の中で一番下になってしまったなっていうところのショックっていうか悔しさっていうか、そっちの方が大きかったですねっていうです、強いやつはどんな状況だろうとやっぱり本番で決めてきますから、自分が弱かっただけですね。もう体とかメンタルとかじゃなくて全体的に弱かっただけだと思います。容赦ない現実を痛感していた。気づいてはいたし分かってたんだけど、まだ受け入れたくない自分とかいたのかもしれないですけど、ずっと感じてたことを自分でも最終的に、自分で受け入れたって言ったらちょっとあれなんですけど。じゃあ今の日本のエースは羽生くんじゃないですか。ゴールドメダリスト。でもそれエースって言える実力を持ってるし、花もあるし、これで自分自身も受け入れられて、受け入れられたんでいろいろだからすっきりはしてますけど。日本男子初の金メダル。新たなエースは華々しい喝采を浴びた。そうだ、4年前高橋が初めて銅メダルを手にした時のように。勝ち負けとは別の考えがあった。個人的にはね、それは自分がメダル取りたかったし、僕悔しいです。そこは変わんないかな。でもスケート界からも男子っていう2大会連続メダルを取るってこともやっぱり素晴らしいことじゃないですか。日本フィギュア界の歴史を受け継ぎ使命を果たしてきた男の